オラミゴスラビダデカンタです。いやー、今ちょっと本当にびっくりしました。いや、マジで危険だなって思いました。初めてこの中南米旅してて。というのも、前回の動画の最後で、モンテビデオに到着して、夜だったんですけど、その後買い物に行ったんですよね。スーパーに腹減ったんで。で買い物行って、7時半とかだったんですけど、買い物行った帰りに、スーパーから宿までだいたい5分とか6分とかだったんで、ブラーって行ってたんですけど、途中でなんか酔っ払いみたいな、男女がいて、女性の方が結構なんか雄たけびみたいなの上げてて、男性の方はなんかちょっとなんかウェイウェイみたいな感じで言ってて、うるさいなーみたいな、ちょっと離れながら歩いてたんですよ。で宿着こうと思って、もうほんと宿着く直前に後ろからアミーゴアミーゴみたいな感じで女性がなんか怒鳴ってきたんですよ。で俺かなと思って後ろ見たら、もう結構近くまで行って、うわこんな近くまで来た。結構俺早歩きして差つけたと思ったけど、めっちゃついてきてんじゃんみたいな。で宿入ろうとしたんですけど、宿がなんかピンポンしてからじゃないと入れないんで、すぐにパーって入れないんですよ。なんでしかもなんか宿バレるのもあれだなと思って、宿着く直前くらいで俺止まったんですよ。止まって、なんかあっちがオラオラみたいな、腕なんかこうやってるながらオラオラみたいな、なんか時間を知りたいのかなみたいな。でなんかスペイン語喋れるみたいな言われて、でも結構こいつらやべえなと思ったんで、俺全然スペイン語わかんないみたいな、もうノー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 しか言わないで、とりあえず無視しようと思ったんですよ。そしたらこう男性の方もこう近寄ってきて、2人でこうめっちゃ結構接近してきて、なんかオラオラみたいな。で男性の方がなんかモネーダとかしてたんですよ。なんで金欲しいんかなみたいな言って、で俺ビニール袋パンパンと、あとウエストポーチ、携帯と財布が入ってて、でこいつらやべえと思って、で1人がもうなんか瓶ビールの空き瓶持ってたんで、こんなん投げつけられたらやばいと思って、ちょっと距離取りながらノーノーノーって言いながら、そしたらなんかなんだろう、そうなんか女性の方がいいよもう宿入んなみたいな言うから、こいつら行くんかなみたいな。俺が宿ピンポンして、宿をピンポンした瞬間にちょっと俺近づいちゃったんですよ、その男女に。でその瞬間に女性が俺の右ケツポケットから、俺の右ケツポケットになんか入ってると思ってバッて取ったんですよ、俺の右ケツポケット。もうありえん速度で、俺もやられたと思ったけど、そこに入ってるのは残念ながらレシートでした。はい、残念です。マジざまあみろって思ったけど、いやマジで危なかったですねあれ。ここに携帯とか入れてたらもうパクられてたんで。で俺もう取った瞬間に「キャーセー!」みたいなバカでけえ声で「何してんねん!」みたいなそこでスペイン語喋って、であっちもなんかビビって、なんかこうブワーって言って、でちょうど宿からオーナーが出てきて、なんか確認して、俺もマジバカでけえ声で「キャーセー!」みたいな感じで叫んだんで、本当もうここでさっき会って、いやーマジびっくりしましたね。なんかモンテビデオ着いて初日かこれかみたいな。なんかこの旧市街もやっぱモンテビデオの中心街に比べると、今この時間帯なんでちょっと怪しい人は多いんですよね。なんか不老者的な感じの人とか、酔っ払いの人とかで、海も近いんで、なんか海って結構そういう人たち集まりやすいじゃないですか。なんで注意はしてたんですけど、いやーちょっとやられましたね。レシートで良かったけど、あれがなんか盗みじゃなくて危害とか加えられてたら、結構怖いなと思いましたけど、やっぱ男女2人っていうのは結構あれっすね、威圧的っすね。しかも結構女性の方も結構パワフル系な女性だったんですよ。なんか身長俺よりちょっと低いくらいで、男性は女性よりちょっと低いくらいだったんですけど、一応なんか俺のことは中国人だと思ってチノみたいな感じ言ってきたけど、なんかそれには全然抵抗せずに、もうずっとノーだけ言ってきたけど、金持ってると思ってたんでしょうね。いやー危ないっすね、危ないっす。ああいう人もいるんだなって思いました。はい。この中南米旅今2ヶ月くらい旅してて、全然そういう危険な目とか感じたことはなかったんですけど、まさかこのウルグアイ、南米で治安いいと言われているところで、
まあ起きた。まあ場所が場所ですけどね、多分中心街の方はそんなことないと思うんですけど、あとちょっと、まあ、この道なんで結構出歩いた俺もアホっちゃアホっすけど、まあ何も飯持ってなかったんでしょうがなかったですけど、いやーぜひ気をつけてください。ぜひってどうだろう、なんかウルグアイモンテビデオこの旧市街、来た時は注意してください。旧市街あれですね、ほんともう海の港の近くでの宿なんですけど、確かに7時8時、もう夕方6時以降はこれあんま出歩かない方がいいですね。当たり前ですけど、今までもそうしてたんですけど、ほんとちょっとだったんで行っちゃおうと思って。いやまさかな、ケツポケット狙ってたのか。もうだとレシート4枚くらい俺入ってたもん。パンパンだったもん。確かに現金に見えるわあれスーパーで買ったやつとバスのレシートなんですけど、いやーなんか悔しいな。でもなんかああいう経験すると、こういう経験するとちょっとより身を引き締めようと思いますね。いいタイミングだったのかもしれないです。ちょっと慣れてきてなんか油断してたとこだったんで、いやいい気づきをありがとうございますって感じです。本当命の危険とかなんかそういう身の危険、なんか危害とかはなかったんで、それは本当良かったです。あと多分やべえって思ったら叫んだ方がいいと思います。俺もやられた瞬間にバカでけえ声で叫んだんで、もう威嚇する感じで、そしたら相手もちょっとビビってたんで、でもそのタイミングをもっと早くした方が良かったと思います。なんか来た時にもうちょい強い感じでいったか。いやでもそしたら瓶ビールで殴られてたかもしんねえもんな。マジで瓶ビール持ってんの結構怖いっすよ。割とデカめの。マジで女性だからといって振り回してこなさそうとかじゃなくて、マジで振り回してきそうな女性なんですよ。めちゃくちゃに強そうな女性だったんで、いや普通にビビりましたあれは。はい、みたいな感じが、ウルグアイモンテビデオ初日で、起こったという話です。これからまあ旅する人、南米旅する人もそうだし、他の、国もそうですけど、まあ夜は出歩かないようにしましょう。俺結構だって見た目まあひょろひょろではあるけど、身長も182あって、なんていうんだ、日本人にしてはでかい方だから、まあ見た目的にあれかなとあんま来ないかなと思ってたけど、意外とやっぱ来るもんっすね。やっぱ一人ってのは狙われますね。あとアジア人です。アジア人やっぱこう下に見られてますね。なんでまあでもそれはしょうがないっていうか、まあそういうのがあるんだなっていう感じです。はい。ということで、まあこれからも僕は気をつけますということで、以上モンテビデオからでした。ノスベモス。